ざいます。ですね、今回は、前回のリノベーションの動画の続きという感じになるんですけど、ルームツアーしたいと思います。家具とか一通り揃ったので、一つ一つ紹介できたらなと思っております。はい、じゃあ、最後までぜひご覧ください。どうぞ。There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. はい、そしたらリビングスペースの紹介なんですけど、本当にソファードーンと置いて、テーブルを置いて、テレビを置いてっていうくつろぐ場所にしてあります。基本的にうちは無機質な感じなんで、壁だったり天井がなので、ウッド調のものとか優しい色味のものを多めにしています。音とかも全然横になれるサイズ感あるので、寝ながらテレビ見たりとかコーヒー飲んだりとか、ちょっと軽くご飯食べたりとかはここでするようにしています。はい、じゃあちょっと細かいところもぜひ見てください。でまずこれなんですけど、サイドテーブルになってるんですけど、アレキサンダー・リー・チャンっていう、プロスケーターの方のファッションブランドのスケートボードの形のサイドテーブル、この可愛い猫の穴とかあったりして、でここにカップ入れて、ここですね、カップをこう入れてサイドテーブルとして使うものです。ソファーなんですけれども、これはアクメファニチャーのソファーを使用しております。でフレームが鉄の硬いフレームで、本側のクッション、ちょっとなんか古い雰囲気があるようなもので、3シーターの180センチぐらいあるんですかねのものを置いてます。でオットマン付きですね。オットマンついてるので足も伸ばせるですけど、オットマンあんま使わないです。むしろここに横に寝っ転がれば寝れちゃうので、本当にお気に入りですね。テーブルとかはこの足部分はパシフィックファニチャーのパーツセンターの方で買ったもので、それにホームセンターの端材コーナーで600円ぐらいで売ってたこのベニヤ板を貼り付けただけです。その隣はイームズの、リプロダクトの安いものなんですけど、ワイヤーベーステーブルでしたっけ？違ったらごめんなさい。これは本当にちょっと安物です。で本が置いてあったり、一時期ヴィンテージのこういう瓶を集めてる時期があったんですけど、このヴィンテージのボールとかね、その名残だったり、さっきのアレキサンダー・リー・チャンのインテリア小物が置いてあったりしますね。でソファーに座った時の目線はこんな感じで、サボテンさんと結構なんか細く長く上に行っちゃって、もっと太くなってほしいなと思いながら見てますけど、テレビの下のベンチがよく見かけるネルソンベンチなんですけど、これはハーマン・ミラー社の正規品を買っています。買ったのは10年前ぐらいなんですけれども、やっぱりどうしてもさっきのイームズもそうなんですけど、リプロダクトで安いものだとちょっと質感が悪くて、こういう目立つものはいいものを買おうということで正規品を買っています。この辺はとりあえず置いちゃってるだけなんですけど、扇風機、これは、サーキュレーターといった方が近いと思うんですけど、エレクトロラックスのものです。だったりとか、この辺
もう昔作ったものなんですけど、中は木の板なんですけど、昔やってたツーリングのチームの看板を作ったんですね。ステンシルで文字自分でやってみたいな思い出のものです。でその横にあるのはもうスーツケース、旅行でも使うものなんですけど、ゼロハリバートン、ゼロハリの昔のアルミのスーツケースでバカ重くて、これで旅行行くの本当は嫌なんですけど、やっぱ見た目重視ということで武骨なものを使っています。本当はポリカーボネートとかの軽いやつがいいなと思いながらこいつを引きずってます。で冷蔵庫横のスペースにこのパシフィックドライブインの袋下げてるんですけど、中にはゴミ袋とかネットとか消耗品とかスーパーの袋とかはここの中に入れて見せる収納にしてます。リビングスペースはこんな感じでした。There's not much to do when all I can is はい、そしたらベッド周り行きます。でベッド付近は特にお伝えすることもあまりないんですけれども、一個一個言うとすれば、ベッドフレーム自体はアクメファニチャーのベッドフレームを使っています。古いヴィンテージの家具を元にデザインしたとのことで、部屋の雰囲気に合うかなと思ってこれを選びました。で上には、ペンドルトンの現行で売ってる、これは本当はタオル、ジャンボタオルみたいなものを使ってます。で下のベッドカバーとかは無印良品のものを使ってます。で全部合わせてあります。でクッション、これは大好きなペンドルトンのクッションだったり、あと最近覚えたんですけど、このペンドルトンなんですけどアイマスクを使うようになりまして、これなんで使ってるかというと、この家を今こういうバーチカルブラインド、縦ブラインドにしてるんですけど、思ったより眩しいんですよね。で昼ぐらいまで寝たいなって時に眩しくてアイマスクをするようになってしまいました。ゆっくり寝たい時はアイマスクしてます。あとですね、これは以前出したタイの動画を見ていただいた方は知っていただいていると思うんですけれども、60年代のテキサスの空軍基地の地図のバンダナが貼ってあったりとか、この辺は古いライフ雑誌、アメリカの雑誌の切り抜きのものを貼ってるんですけど、今ちょっとずっとウッドフレーム探してたんですけど、なかなか探しに行けず、そのまま貼ってるんですけど、もはやこれでいいかなとも思ってます。この辺の壁とかはちょっと徐々にインテリアというかやっていこうと思っております。はい。はい、ここはダイニングスペースなんですけど、ここはもうご飯食べたり、あとパソコンの作業だったりとか事務作業をするときは基本ここにいます。でこのテーブルも DIY してるものなので、その動画も実は撮ってあるので、それも近日アップしたいと思います。はい。
ょっと細かいところも見ていきます。で椅子もヴィンテージのイームズ、古いもの、50年代か60年代かのもので、このグラスファイバー製のもの、古い質感のいいものを好んで使っております。スタッキングチェアですね。で反対側はまた違う椅子なんですけど、これはパシフィックファニチャーで取り扱いのあるアメリカのクラリン社の折りたたみチェア。これは肘掛け付きで、向こうもクラリン社製なんですけれども、これはちょっと変わってて、シカゴの公園で昔使われてたものです。ヴィンテージショップで買いました。どちらも同じ会社のものです。でここもこういうネイティブのラグを置いてまして、コールマンのライトだったりとか、これはまた好きなブランドのサノバチーズの昔コラボで作っていたお皿、ちょっとアーティスト名は忘れちゃったんですけど、これはもうものすごく良くないですか。これまたちょっとこういうの作ってほしいですね、サノバチーズで、ティッシュケースはこれも白目ファニチャーです。で向こうにあるソファーと同じような革の質感なので、部屋に合うものを選んでおります。でちょっと今ちらっと映った、ここにいつもワゴン、可動式のワゴン置いてるんですけれども、これトラスコのワゴンなんですけど、本当にガジェットこうやって収納したりとか、財布とか携帯とか鍵とかポンって置くようになってます。中には薬が入ってます。この中も爪切りとか入ってたりとか、小銭ケース、これもサノバチーズ陶器の小物ケースです。でバッグとかもここにかけとけば、やっぱ可動式のワゴンだといろんなとこにこう持っていけるんで楽でいいと思います。でダイニングテーブルの上の照明は、これはクラッシュゲートという自由が丘のインテリアショップで買いました。セールになってて安かったので買った、こうちょっとインダストリアルと木のぬくもりの両方があるようなものを選びました。で全体の照明とかは基本的にこのダクトレールにスポットライトっていうシステムなので、向こう側のスペースも全部こういうライトです。スポットライトのみとなっております。はい、じゃあダイニングスペースは以上です。はい、でダイニングの横がクローゼットではないですね、むき出しなんで、服の収納スペースになっておりまして、この辺も DIY で作ってあります。で結構下にほこりたまるのが嫌なんで、壁に直付けしました。こんな感じで。で横のランドリーカート、これもパシフィックファニチャーサービスで取り扱いがあるんですけれども、カートを置いて、こ
こに服は全部収納してあります。収納じゃないですね、見せる収納をしています。このカートとかの中はもう小物、キャップもそうなんですけど、細かいものだったりとかはこういう袋の中に詰め込んであります。でこういうアメリカの大きいスプレーヤーに今これファブリーズが入ってるんですけど、これめちゃくちゃ出るすごい量出るんで、ちょっと考えものなんですけど、見た目重視でいっております。びっしょびしょになります、服が。ここはデニムだったりとかスウェットだったりとかを置いてありまして、これもパシフィックファニチャーのカゴ、これは盗んできたわけじゃないです。売ってました。これが売ってたんで、ちょっとこういうタグとか、服のタグとか捨てれない症候群なんで垂らしてますけど、ちょっと今この画面で見ると垂らしすぎててダサいですね。ちょっと外したいと思います。この服の下とかは細かいもの、WRL のベルトだったりとか、ベルト収納だったりとか、サングラスですね。これはジュリア・スタート・オプティカルっていうお気に入りのブランド、これがそうなんですけど、箱とかもかっこいいですよね。だったり、本ですね、雑誌、友達の写真集、この辺で、このケースもパシフィックファニチャーで買ったケース、この棚とこの服の隙間にちょうど入る大きさを探して買ってます。この辺とかは買って開けてない服、チャレンジャーの T シャツとか、クーティーだ服とか、これはもう春にね着ようと思ってる。この辺は T シャツなんで夏前には着たいなと思ってます。こういうのも収納してます。それが2つ収納スペースにありました。で下のカゴにはもう靴下とかポンポン投げ入れてます。はい、あと鏡はこれはアクメファニチャーの全身鏡です。で今までの家で鏡買ったことなかったんですけど、あるとあるでやっぱいいですね。コーディネートのチェックとか、ちょっと鏡を見る機会が増えました。はい、こんな感じになっております。If I could lay down beside you, I would.